夢日記、巨大美少女巨人。気がつくと、自分は小学生時代の通学路にいて、目の前にはなぜか、2階建て住宅ぐらいの高さがある巨人が立っていた。ただ、巨人といっても進撃の巨人のような見た目ではなく、少女漫画に出てくるような、お目目キラキラお洋服フリフリの二次元美少女だった。巨人はまだ自分に気がついていなかったので、素早く隠れて小学校へと急いだ。小学校まであと50メートルぐらいというところで、校舎の上にビルぐらいの大きさがある超巨大二次元美少女巨人が立っているのが見えた。校庭にも2階建てサイズ美少女巨人が何体もいるのが見えて、その巨人相手にノーマルサイズの高校生ぐらいの子たちが重火器を持って戦っていた。自分はあの超巨大美少女巨人を倒すにはスナイパーライフルでもないと弾が届かないぞと思っていると、近くにいた交戦中の黒髪ロングのヒロイン風美少女がライフルならあるわよ、でもねと言葉を濁した後に自分を小学校のすぐ脇にある公民館に案内してくれた。そこにはスナイパーライフルが普通に置いてあったので、自分はそれを手に取るとスコープを覗いて、なんで言葉を濁したんだろうと思いつつ、遥か上空に見える超巨大美少女巨人の眉間を狙って慎重に引き金を引いた。すると超巨大美少女巨人はおわーとの太い声を上げながらひっくり返った。校庭にいた2階建てサイズ美少女巨人も混乱していた。すると今のうちだ、引くよという合図とともに高校生たちが一斉にどこかへ走り出した。自分も流れ的になんとなくついていくと、資料を発行させてるような施設に着いた。その建物の前で男も女も思春期なのに恥ずかしがる様子もなく、着ているものを当たり前のように素早く全部脱いで、近くで待機していた抗菌スーツのようなものを着た23歳ぐらいの先生らしき男性が持っているなんか特殊っぽい抗菌のでかい袋に入れて建物に入っていった。自分はその手慣れた様子を見て、なるへそなるへそ、あの巨人は匂いに敏感だから、こうやって建物に入る前に全部服を脱いでるのか。しかもこの手慣れた服の脱ぎようと全く恥ずかしがらない様子から察するに、この戦いはずっと昔から続いていて日常化してるんだな。一体日本に何があったんだ。そして日本はこれからどうなってしまうんだと思っていたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。